ゆるかかと歩きを始めてみようと思っている方へよくある誤解をまとめてみました。皆さんこんにちは。足の専門家中島武史です。今回はゆるかかと歩きですね。私が提唱しているこの歩き方にしたら足の疾患とか良くなるよ、外反母趾とか良くなるよという歩き方ですけれどもやろうと思った方、もしくはやり始めた方がよく同じような質問がやっぱり来るんですよね。でそれはものすごい単純な誤解が多いんですよね。で今回の動画ではその誤解を解いておこうと思って作りました。だからやる前とかやり始めの時に先入観とか誤解が分かると対処がしやすいと思うのでね、そのあたりについてお伝えしていきます。では内容です。まずゆるかかと歩きはかかとでどんどん歩くやつですかってやつに対してですね。で次はゆるかかと歩きをするとガニ股になるんじゃないかなっていうやつ。このガニ股になるんじゃないかの中にゆるかかと歩きってかっこ悪い歩き方じゃないですかみたいなやつも含みます。でゆるかかと歩きをしても足が痛いんですけどっていうやつに対してでゆるかかと歩きは遅い歩き方ですかっていうやつ。このあたりですね、主にね。今回の動画をご覧になることであなたはご自身でゆるかかと歩きを動画で習得しようとしている方に少しでもヒントになってゆるかかと歩きに近づけるようになるのと、あとはそんな歩き方だったら嫌だなと思ってまだ始めてない方もまずはこれをご覧になっていただいたら全然ゆるかかと歩きって普通の歩き方なんだなというのがご理解いただけると思います。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。私は世の中に正しい健康情報を広めたいなというのがすごくあってこういう YouTube を始めたんですけれども、 YouTube の動画っていうのは皆さんが高評価をしてくださったりチャンネル登録者数が多い動画が拡散されるようになってるみたいなんですね。ですからもしもこの動画をご覧になってあなたがこれは役立ったなとかこれは世の中のみんなが知った方がいいなと思っていただいた動画がありましたら高評価ボタンやチャンネル登録をしていただけると大変助かります。よろしくお願いします。ではまずですね、ゆるかかと歩きってかかとでドスドス歩く歩き方ですかという質問に対してなんですけど、かかとってついてるからかかとでどんどんみたいなイメージがあるんですけれども、その頭にゆるってついてあるのはなんでかっていう話なんですね。ゆるかかと歩きっていうのは基本的に脱力して足は力を抜いて楽に歩いてる歩き方です。ドスドスっていうのは力を入れて振り落とさないとドスドスはならないんですよね。でこれは表現するのがすごく難しいんで一回私がゆるかかと歩きをやってる動画を見ていただきたいんですけど、こちらの動きを見ていただいたら全然普通というかドンドンっていう感じではないと思うんですよね。実際ドンドンしてないんですけれども、皆さんの今までの歩き方でかかとから着地だけに変えたゆるかかと歩きではないのでね、そういう単純なやつではないので、もしも皆さんが今やってる歩き方、重心が前になって歩いてる歩き方にかかとだけ着地にすれば確かにドンドンになるし、足をとにかく上げましょうという風なイメージだけを持ってもらったらドンとつくことにはなるんですけど、そういうのではないよと。じゃあどんなんっていうのに関してはゆるかかと歩きレッスンという動画を1から14まで上げてると思うんですけど、それを丁寧に見ていただくと違うんだなというのは分かっていただけるんですけどね。だから断片的な情報だけで判断しようと思うとそれほど浅いものでもないし、もっと言えば何度もこの話は今から出てきますけど、足に障害が今ある方はそれだけ正しい歩き方から遠ざかってるんでね。ということはその方にとっての歩き方ってこういうのじゃないのというのはすでにその時点で間違えてるからその足になったということなんです。だから結構離れてるんでね。そのかかとドスドスで言ったら先ほどもちょっと出てきましたけど、とにかくかかとから着地したら OK かってそうじゃないですね。かかとからは着地するんですよ。ただ皆さんの思ってるようなかかとからガツンと落とすような感じじゃなくて、ほぼ同時か一瞬だけかかとが速いぐらいなだけなんですけどね。ただそれをすればじゃあゆるかかと歩きになってる方はそうではない。それは条件の一つであってそれで全てではない。だからそのあたりはまず誤解ですよ。だからゆるかかと歩きをした場合ドンドンとかはならないんでね。ドンドンってなってるということはそれは私違う歩き方になってるんだなと思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。ゆるかかと歩きをするとかかとは猫の着地みたいにふわっていう風に着地しますんでね。でガニ股になるっていう風に思ってる方がおられるんですけど、ゆるかかと歩きっていうのは後ろかつ外側に体重が乗るんですけどね、外側に体重乗せることに成功がある人がすごく多くて、足は内側踏んどかないと足は開いていってガニ股になると思ってる人がすごく多いんですけど、もうそもそもこの認識が間違えてるんでね。なぜ間違えてるかというと、足は土踏まずがあるということは内側を踏みしめない状態でまっすぐなんです。だから足は外側に荷重している状態で基本膝も足もまっすぐ向いてるんです。
で、内に体重乗ってる状態っていうのは足がこう巻き込んだ状態になるわけですよね。だから膝は内に向いた状態なんです。で、これがプロネーションといって、本当はあんまり常時これをやってはダメですよという動作なんですね。で、私が動画とかで外体重って言ったら、ものすごい外体重に過敏に反応して、こんなん誰も言ってませんけどとかって言われたりするんですけど、いや、だから足の病気みんな治しててないんでしょっていう話を僕はいつもするんですけどね。で、私たちの場合も外体重にするというのはガニ股にしてるわけじゃなくて、それがまっすぐなんですよね。この動画見てもらったら分かりますけれども、まずこれ足まっすぐにしたらこうなんですね。これ別にガニ股になってませんよね。で、内にするとこういう風になりますけどね。で、外に乗ってるだけってこれだけで、あとは歩き方もこれ見ていただいたら別にガニ股になってたりとか格好の悪い歩き方じゃないですよね。で、これに対してなんかこの歩き方格好悪いですけどこんなんで治るんですかとか言われたりするんですけど、これ難しいんですけど、格好悪いとは思ってるだけなのか本当に格好が悪いのかでちょっと話分かれるんですけどね。まず格好悪いと思っちゃうっていうのは、今までが内踏み締めてて、私これで足締めてます、足が閉じててシュッとしてますって思ってた方にとったら、そこを締めないというのはいいのかなこれでっていう感覚で格好悪いと思ってる人はいますよね。それは単純に前から自分で鏡で見たりとか動画で撮影してみたら、あ、これで足まっすぐなんだなって分かってもらえると思うんですね。先ほどの動画みたいな感じですね。ただ、もし本当にこんな風に横脚みたいなこんな感じね、こんな感じで歩いてたとすれば、それはゆるかかと歩きではないのでね。外に体重乗せるってそういうことではないのでね。だから間違えたゆるかかと歩きをしてるか、自分がそう思い込んでるかだけの話なんです。ゆるかかと歩きっていうのは本当に特別な歩き方じゃなくて、人間の骨格構造上普通の歩き方なだけなので、別に何にもおかしくない。動画見ていただいたら分かるように普通なんですよね。先ほど言ったようにドスドスもしないし、自然に歩いてるだけです。それを私改めてちょっと名前つけたみたいなとこはあるんですけどね。だからこの辺りは誤解なんで気をつけてくださいね。変な歩き方になってるとすれば、それは間違えてるということです。で、次にゆるかかと歩きをしてるのに、中島さんは外反母趾の痛みが取れるよとか、痛みがなくなるよとか、疲れにくくなるよって言ってるけど、実際痛いんですけどっていうやつですけどね。これもゆるかかと歩きがやってるつもりでできてないということになるんです。で、なぜかというと、特に足の前の方の外反母趾の痛みっていうのは一番わかりやすいんですけど、こう足があったら、ゆるかかと歩きっていうのは前半分のこと、前側部なんて言ったりしますけど、前半分は荷重しないんですよね。ほぼ。いや、触れはしますよ。触れはするんだけど、荷重っていうのはぐっと体重は乗らないんです。ということは、体重乗らないということは、そこに痛みが走ることがありえないんですよね。そもそも人間の体って体の真下ってかかとだから、かかとで立ってかかとで歩くのが基本で、足の前の方っていうのは前傾していくと使うんですよね。前傾するってどういう場面かと、スピード上げる場面です。だから歩くというのは前傾をしないで本当はやるんですけれども、スピード上げれば上げるほど前傾にはなりますよ。ということは、正しく歩くと、正しくというかゆるかかと歩きにすれば前傾しないんで、重心が後ろに来てかかとに体重が乗る、前は体重が乗らない、痛くないっていう図式なんです。なのに前が痛いということは、私はやってるつもりでできてないと思っていただいたらいいですね。これは私のところに来ている患者さんとかにもいつも言うのが、痛いってことはおかしいって気づいてねっていう。だから私がその動画でやってる人やったら動画で見落としが絶対あるし、動画でわからない人は私の白佐先生のところに行って教えてもらって、あ、こういうことだったんだなって気づいてもらわないと仕方がないですね。で、あとはゆるかかと歩きとか、もしくはその立ち方をすると腰が痛いっていう人がいるんですけど、これも誤解で、まっすぐ立ったらお尻は出ますよというふうに言うんで、腰を反ってお尻だけポコッと出すような感じで立ったりすると腰は痛くなったりしますね。そうじゃないですね。そっくり返ってお腹突き出してる人に対してそっくり返ってるのやめましょうというだけなんで、お尻だけを突出して出してるわけじゃないんですね。言い方変えれば、腰とかお尻だけポコじゃなくて、体を全体でそっくり返ってるのをやめましょうという話です。だから腰だけに無用な負担がかかるということもないです。で、あとはゆるかかと歩きをすれば疲れるというのもないですね。ゆるかかと歩きというのは脱力で歩いてる状態なんで、疲れることはまずありえないですね。疲れるということは変に力を入れて歩いてる。で、その時点でゆるかかと歩きではないのでね。じゃあそれ私間違えてるってどんなんで私は痛いのってよく質問とか来るんですけど、その情報だけで私判断するのはちょっと酷だと思っていただきたいんですよね。
その細かい状況とかがわからないと、それ遠隔指導でここをホームラン打てるようにしてくださいとか、遠隔指導でフィギュアスケートの一流選手にしてくださいって言ってるのと同じぐらい難しいですよね。大まかなところは教えられるし、それは動画で教えてるんですよ。それをちゃんと見ていただいたらなんでそうなるかっていろいろあるんだけど、その方に分かるニュアンスで喋ろうと思ったら、その方の年齢とか趣味とか性別とかバックボーンによって教え方が変わるんでね。まあ私たちの先生って実を言うとそこを厳しく私教えてるので、人に合わせた指導ができるようになったんですね。だからうちの指導員の先生のところ行っていただくと、すごくどなたでも分かるようになっていくっていうのは、教える技術がすごいんです。すごいって自分で言っちゃいましたね。すごい、まあまあ優れてるなんです。だから今自分がなんでうまくできないかを、こんな状況なんですけどうまくできないんですってメールでくれたりとかコメントでくれても、それだけではちょっとさすがに教えられないんでね。それはお伝えしとかなあかんですね。で、あと、ゆるかかと歩きって遅い歩き方ですか？なんか人にものすごい抜かされるんですけどって言われたりするんですが、これはまず一つ目は、ゆるかかと歩きは歩き方であって走り方ではないので、一定のスピードまでしか出ないですよ。それ以上スピード上げようと思ったら走らないといけないですね。ただ、この動画もう一回見ていただきたいんですけど、ゆるかかと歩きでもこれぐらいのスピードでは普通に歩けます。だから、そんなに困るほど遅くはならないし、普通のスピードで歩けるんだけど、もう一つ可能性としてあるのっていうか、こっちが大きいんですけど、慣れてないから考えながら動いてるからゆっくりしか動けてないだけという。だからまだ熟練もしてないのに、そんな急にスピードを上げて歩けないんですよねっていう話ですね。しかもスピードを上げれば上げるほど走るに近づいていって、いつものその前がかりの歩き方になりがちだから、それを抑制しながらゆるかかと歩きをしようとすると余計に遅くはなりますよね。だから慣れの問題です。一番は慣れの問題で、今までみたいに早歩きみたいな歩き方にはちょっと無理だけれども、普通に困らない程度のスピードではもちろん歩きますよということです。で、あとは補足をしておくと、これ何度もこの今までの説明の中に出てきてるんですけど、そもそも足に問題、例えば足が太いとか外反母趾があるとか、足がどこかが痛いとか膝が悪いとかっていう人は、そもそも標準的な歩き方から離れてるんですよねっていう認識を持ってほしいんです。でもその人はそういう認識が多分ないんです。なぜかというと、私普通に歩いてる。みんなそう思うんですよ。私普通に歩いてると思ってるんです。その人がこの歩き方をしたら違和感は感じるし、嫌な感じ、変な感じがすると思うんです。なぜかというと、今までと違うという歩き方っていう感じですよね。じゃあそれはおかしいのかというと、ちょっとものすごい失礼な言い方で申し訳ないんですけど、あなたがおかしかったんですよっていう。こっちが普通であなたがおかしかったんですよ。だからあなたの足は問題があったでしょ。で、こっちにしたら問題なくなるんですよ。ただし、そんなにすぐにできるようにはなかなかならないですよね。例えば皆さんが箸の持ち方を今まで変な癖つけてて、正しい持ち方に変えようと思ったとして、そんなにすぐにできるようにならないでしょ。例えば野球やってる子がバッティングフォーム変える。例えば何でもいいですよ。テニスやってる子がテニスのフォーム変える。そんなに簡単じゃないですよね。同じなんです。そんなにそのフォームを変えるっていうのは簡単なことじゃないということですね。なのに、たかだか歩き方だからと思っちゃうと、歩き方だからちょっと見て動画見てちょっとやったらちょっと変えれてるみたいに思っちゃうんですけど、そんなに自分の歩き方の癖って簡単に抜かれへんのでね。抜かれへん。抜くことはできないのでね。だからそれだけ足が悪くなるところまで行ったんでしょうっていうことなんです。だからできてるかな、本当にできてるかな。例えばゆるかかと歩きというのは足が先指導する歩き方であって、上半身が先に指導する歩き方じゃないんですよね。上半身が先に指導してしまうと、それは前傾ってことなんでね。だからこのような動画のような体勢をとっていただいて、ここからさあ動いてくださいねって言った時に、足から指導してる人はゆるかかと歩きになってますけど、この時にピクッとでも体が先動いてる人はもう大体できてないのでね。これゆるかかと歩きレッスンのやつでも教えてるんですけど、なんかちょっとそのあたりに対して楽観してるというか、簡単に習得できると思いすぎてるところありますね。ただ 100% できなくてもちょっとできるだけで効果はあるので、それはそうなんだけれども、まず一つはきちっとできるようになるまでは難しいし、人によっては例えば運動神経とかどれぐらい癖が強いかによっても習得のハードルは高かったりするところはあるのでね。
じゃあどうすればいいのっていう風な話になると、一度もできなければ、ゆるかかと歩き指導、なんか私これゆるかかと歩き指導員にものすごい連れて行きたいみたいな話になってるんですけど、いやもう本当に単純にそれが一番早くて、時間もかからないし、お金もかからないんですけどね。じゃあそんな私の家のすぐ近くないやんかって言われたりするのは、もう一生懸命今先生を増やそうと思って頑張ってるんでね。今も例えば新潟の先生が受けようかなという先生もいるし、あと岩手の先生も今度開始するし、四国の先生はまだいないかな。でもどんどん今増やそうとしてます。だから皆さんがあちこちで気軽にそういうゆるかかと歩き指導の先生に出会えるような環境にはするのでね。それまでは動画でしっかりと見て、細かいところまでちゃんと見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。このあたりがゆるかかと歩きを動画で見た時に誤解されたりとか、もしくはゆるかかと歩きという名前で響きで誤解したりするところが多いところを説明したんですけど、普通の歩き方なのでね。で、やればすごく効果があるし、多分ね、2024年ぐらいには大きく広まる。なんで2024年って言ってるかというと、もう今大手企業の人が私と今共同研究してて、すごく大きい企業なんですけど、その企業がこの歩き方を大々的に広めようと思ってたりしてくれてるんでね。だからしっかりとそういうのを今のうちにやっといていただくと、後で正しかったなっていうのは分かってもらえると思いますね。実際やると足も軽いし、本当は痛みもマシになるんでね。動画のコメント欄にもすごくそれは出てると思います。ぜひ頑張って取り組んでみてください。